はい、こんにちは。文具王です。今日紹介するのはこちら。フリクションボールノックゾーンという製品です。パイロットコーポレーションから2022年11月18日に発売になりました。ということでね、出たばっかりなんですけれども、すごい人気で、パイロットさんからは500円のラバーグリップタイプの 0.5 と 0.7、1本ずつ送っていただいたんですけれども、グリップが木でできている2000円のタイプとマーブル調の樹脂の3000円のタイプはもうサンプルも間に合いませんという状況だったんですよ。で、これはやばいかなと思ったんですが、たまたま近所のね、書店に重機が出たばっかりっていうタイミングに遭遇しまして、こりゃということでですね、がっつり購入してきました。ということでですね、一応全てのタイプというか、が揃っておりますという感じですね。その後ね、ロフトとかにも寄ったんですけれども、そこはもうすでにね、高い方は全部売り切れてましたね。ということでね、なんとか入手できたんで紹介していきたいんですけれども、こいつもまたですね、前評判が本当にあちこちで上がっていて気になった製品です。なんたってね、フリクションのリフィルがバージョン 2.0 にアップデートされたよということでですね、フリクションのリフィルとしては初めてのメジャーアップデートということでですね、段違いにいいものができたよと、パイロットが言ってるわけですよ。これは気になるじゃないですか。ということで、今回はフリクションゾーンをしっかり見ていきたいと思います。まずはさらっと全体の特徴を確認した後で、それぞれを詳しく見ていきたいと思います。今回のフリクションゾーンですけれども、重機にもね、フリクション 3.0 って書かれているぐらいで、パイロット的にはバージョン3、これまでのバリエーションとかマイナーアップデートとは違うぞっていう意気込みがすごい見られていまして、メジャーアップデート3ですと。さっきリフィルは 2.0 って言いましたけれども、本体の方はですね、3ということですね。ちなみに2っていうのがシナジーチップではなくて、どうやらフリクションノックのことっぽいですね。シナジーチップが2だったらですね、フリクションのリフィル自体がバージョン3になるはずなんですけども、なんでちょっとややこしいんですけれども、バージョン3の本体にバージョン2のリフィルが入っていますよという状況ですと。で、今回のゾーンの特徴ですけれども、一つ目はインクの色が濃い。今回最大のポイントだと思いますけれども、これまでとは段違いに黒が黒くなりましたということなんですよ。プレミアムフリクションインキという新しいインキを使って、インキ濃度がね、黒で 30%、赤と青で 15% 高くなりましたということなんで、これはね、もうフリクションの色の濃さに関しては、もう全世界のフリクションファンが待ち望んでいましたよということなんで、もうこれだけでもね、十分なんじゃないかって思いますけれども、本当にね、段違いに黒いです。で、ボール径は 0.5mm と 0.7mm の2種類。チップはね、シナジーではなくて、標準的なコーン型なんですね。ここについても後で、見ていきたいと思います。で、二つ目。二つ目は、ペン先がぶれない。なるほど。ね。ペン先がガタつくと気になりますもんね。集中するには重要ですということで。で、三つ目。三つ目は、ノック音が静か。そりゃそうですよね。やっぱり書くことに集中するにはノック音は静かな方がいいですよね。と。そして4つ目。4つ目はインクの容量が従来品と比べてなんと 1.7 倍。確かにフリクションインクは減りが早いことで有名ですもんね。常に予備が必要だったっていうことを考えるとですね、容量が増えるっていうのは非常にありがたいことですね。という感じです。ってことなんですけれども、ね、あらあらっていうね。この番組をよく見ていただいている文具好きの皆さんならもうお気づきですよね。ペン先がぶれないといえばゼブラのブレンですよね。で、ノック音が静かといえばペンテルのカルムか。そしてインク量 1.7 倍、あれそれって三菱のジェットストリーム新3色の新しいリフィルがそんなことを言ってたなみたいな感じでですね、それぞれ、ここしばらくの間に出てきた、ボールペンの売り文句じゃないですか。これって、要するに、フリクションの弱点である色の薄さっていうのを克服すると同時に、ここしばらくのボールペンが改善してきた改良ポイント全部盛りっていう製品なわけですよ。なるほど。で、これらを全部まとめて、パイロットではゾーンテクノロジーと呼ぶぞということだそうです。スポーツ選手が極度の集中に達した瞬間はゾーンに入ったとかいうあれですよ。つまりインクが濃くて綺麗に消せて、ペン先がぶれなくてノック音が静かでインク入れの心配がないということなんで、煩わしいことに、気を取られずにこれによって集中が途切れない
ということなんですよね。なんで、ゾーンに入れるということですけども、深く集中するという意味では、ダイブっていうのもね、なんか似てるような気がしなくもありませんけれども、というところで、なんかいろんなことが気になる、アイテムではありますね。ということなんですけれども、じゃあ実際どうなっているのかっていうのは、これから見ていきたいと思います。そして、パイロットお得意の材料別の価格展開ですね。ラバーグリップの500円っていうのをベースに、樹脂岩芯のカバ材のグリップを2000円、そしてマーブル調の樹脂グリップの3000円ということで、高級ラインを同時展開しています。これ実はちょっと珍しくて、最初から高級バージョンっていうのを投入しているのは、パイロットのフリクションとしては珍しいんですよね。パイロットはこれまでですね、フリクションのモデルチェンジするときには、まず廉価帯というか、普及価格帯のものを出した後に、1年とか数年遅れてビズっていう名前で高級ボディを出すっていうのが、常だったんですけれども、今回は一気に出すことで、新世代のシリーズ感っていうのをしっかり打ち出しているような気がしますというところですかね。ということなんで、かなり期待が高まったところで順番に見ていきましょう。まずは外観から。基本的な外観はこれまでのフリクションボールノックからフリクションポイントノック04へと続いた、クリップノックの形状を踏襲しつつ、グリップとボディの接合部にはアクロ300と同じ形状のシルバーのリングがアクセントとして入っていますと。フリクションポイントノック04の時にはこのシルバーのリング、転写印刷で、ラインとして表現されていたんですけれども、これがね、部品としてきちんと入ることによってぐっと高級感が出ますよね。そして、全長はぐっと長くなって、ペン先を引っ込めた状態でも 150mm、ペン先を出すと 155mm ということで、フリクションポイントノック04からすると 8mm ほど長くなっていますということなんですね。そして、太さはフリクションポイントノック04よりもフリクションノックに近い 11.4mm ということで、フリクションポイントノック04と比べると、もう全体的にですね、太さも長さも一回り大きいぞという印象ですね。かなり大柄な感じがします。クリップの形状はフリクションポイント04と同じで、障子用のラバーは台形でちょっとシャープな印象になっています。ちなみにラバーの色は 0.5mm がグレーで 0.7mm がブラックなんですけれども、高級バージョンの方は両方とも 0.5mm でもブラックということで、法則性がよくわからない感じにはなっております。で、ボディなんですけれども、ボディは500円のタイプは、グリップがラバーでできていて、グリップとボディが、マットな同色で統一されています。で、口金部分まで樹脂製で、口金のところがちょっと透明になっているので、内部にブレード目のチップホルダーが見えてますよという感じになっています。カラーはオールタイムブラック、ニュートラルクリア、ミッドナイトネイビー、ブレイクタイムベージュ、ファーストライトピンクの5色ですと。インク色は全部ね、黒なんですけれども、ボディのカラーが5色ありますと。で、基本 0.5mm のタイプが5色全部あって、オールタイムブラック、ニュートラルクリア、ミッドナイトネイビーの3色は 0.7mm もありますよという感じになっています。個人的には透明のニュートラルクリアっていうのがあるのが、内部の機構が観察しやすいので、とてもありがたいところですねと。そして、2000円と3000円のタイプですね。2000円と3000円のタイプは口金が金属でできていて、それぞれグリップの素材が違っています。2000円のタイプは樹脂を染み込ませたカバーの木ですね。樹脂岩芯カバー材って言われてますけれども、これはパイロットが木軸としてよく使う材料ですね。樹脂を染み込ませることによって、個体差とか割れとか反りとかを防いで、安定した加工がしやすいようにした材料ということですね。基本的には木の手触りですね。で、これはシャーペンだとS20 とか S30 とかでも使われている材料で、カラーはディープレッド、ダークブラウン、ブラックということで、これも割とね、定番的なカラーかなというふうに思います。そして、3000円のタイプは、マーブル調の樹脂ということなんですけれども、深い色にラメを混ぜたアクリル系の樹脂じゃないかなという感じがします。もやもやーとね、銀色の、つぶつぶが浮いているような感じの見た目になってるんですけれども、高級感があっていいんじゃないのかなというふうに思います。カラーは、インスピレーションレッド、インスピレーションブルー、インスピレーショングリーンということで3色なんですけれども、今あるこれは、インスピレーションブルーですかね。これ多分一番人気ですね。で、ここでなんですけれども、よく見ると、ほぼ同じ形でできてるのかと思えば、2000円と3000円のグリップっていうのは、実は500円のグリップと形が若干違っていて、
500円の方はほぼ直線なんですね。ストレートにシュッと細くなってるんですけども、それに対して2000円と3000円のこのね、ウッドと樹脂のタイプのグリップはちょっと膨らんでるんですよ。個人的な好みとしては、ここはストレートであって欲しかったような気がしますね。なんでかなんですけれども、流れがね、ここで切れてるんですよね。全体的に今回のゾーンって、ストレートな形なんですね。もともとフリクションの、ノック式のタイプがどれもストレートなんで、形状的にはまっすぐなものばっかりなんですけども、今回このウッドと、樹脂のグリップの部分だけ、ちょっとふっくら膨れているんですね。持った時にはしっくりくるのかもしれませんけれども、なんかね、流れとしたら全体的な形状がここだけ違和感を持っている感じがしますね。あとこの曲面が前後に繋がってないんですね。例えば、アクロ300とか、それからアクロドライブみたいに、最初から曲面で構成されてるんだけど、ちゃんとつながるように作られている、流れを表現している場合っていうのもあるんですけれども、このタイプに関して言えば、ここだけ唐突に膨らんでいるっていう感じがするので、私は形状的には500円のタイプの方が、まとまっていて好きかなという気がちょっとしますというところです。そして次に重量とバランスですね。重量は500円のタイプが 14.4g、2000円のタイプが 21.8g、3000円のが 21.7g ということで、この差はね、グリップと口金部分の材質の違いによるものなので、重心位置は2000円と3000円が前よりの約 64mm。あと500円のタイプに関しては、71ミリってことで、大体真ん中ぐらいなんで、そんなにね、すごい後ろってことはないんですけれども、ただね、持った感覚としては、ボディが長いからですかね、なんかね、後ろがすごく重いような感じがします。なんで、書いてる時はね、割とね、後ろに振られてるような印象がありますね。これ後でね、説明しますけれども、ノックをね、静かにするための機構を入れたことによって、ちょっと後ろ重心が、強くなってますというところですね。あとね、先端のブレード目のキャッチャーの部分を見せたかったっていうのは多分あると思うんで、透明にしたんだと思うんですけれども、フリクションポイントノック04のバランスがとても良かったので、そこから考えるとですね、口金部分を金属にするとかして、もうちょい前に重心を持ってこられたら良かったかなという気がちょっとしますということで、バランス的には高級モデルの方が整っているっていう感じではあるんですけれども、もちろんね、高級品らしく、2000円3000円のモデルに関しては 20g オーバーということで、しっかり重さがあるので、ここは好みが分かれるかなと思います。高級感があっていいとも言えますし、あとね、大量にね、ノートとかメモとかを取るんだったらちょっと重いかなという気がしますよということで、バランスでいけば、2000円、3000円のタイプで、軽さでいけば、この500円のタイプというところになってくるのかなという気がしますね。そして、肝心の書き心地ですね。リフィルにはフリクションバージョン2と刻印されていて、かなり自信がある雰囲気ですね。で、チップはシナジーチップではなくて、コーンタイプなんですけれども、従来の 0.5mm と比較しても、インクフローが大きめに設定されているような印象ですね。インクが割と多めに出るので、同じ 0.5mm でも従来のフリクションよりも太く感じます。特に 0.7 だとビシャビシャっていう感じの印象かな。なんか本当にすごくインクが出ます。なんで、ちょっとインク出すぎかなという気もしなくもないですね。なんで乾くのがちょっと遅く感じます。もともとね、フリクションの 0.7 っていうのが比較的インクが出る、ペンになっていて、線太い方なんですけれども、今回のゾーンっていうのはそれに輪をかけて太い気がします。インクをね、いっぱい出すことによっても黒く濃く見えるっていうところはあったりするんで、それはね、シナジーチップの 0.4 の時にもそうなんですけれども、やっぱちょっとね、インクでよく出るなっていう感じはしますね。なんかこのインクの出方っていうのは、自分の中のイメージとしてはですね、オートの筆ボールとか、ああいうのに近い印象で、普段ノートや手帳に書くんだったら、もう本当にね、0.5ミリ一択っていう感じがしますね、ということで、今回ほとんどの、ラインナップはですね、0.5ミリなんですね。
ウッドグリップと樹脂グリップのですね、2000円3000円のモデルはですね、もう最初から 0.5mm しかないんですよね。ということでですね、それを見ても、普通に使うんだったら 0.5mm を選んどくのがいいかなというふうに思います。全体的にはフリクションの時からそうなんですけれども、紙の上に残るぬめっとしたね、柔らかさとペタペタした感じのあるインクって言いますかね。僕はね、ペンキを塗ってるみたいってよく言ってるんですけども、そんな感じのですね、ペタペタ塗っているような感じのイメージがあるかなと思います。で、今回最大のポイントとなる発色なんですけれども、特に黒がね、濃くなったっていうのは確かなんですけれども、それ以上に色味が変わりましたね。なんかね、これまでのフリクションの黒ってどちらかというと、青と緑の中間みたいな感じの色だった気がするんですよ。ちょっと青っぽいなっていう気がしてたんですけど、ゾーンはね、ちょっと、もうちょい赤黄色寄りというかですね、より黒くなったとも言えるんですけれども、赤寄りかなという感じがしなくもないですね。もちろんそれでいてですね、圧倒的に濃いので、黒の中心に向かっているのは間違いないんですけれども、これまでの青い印象がなくなりましたね。で、なんで、印象として全然別の色のインクかなという感じがします。で、書いている時は水分がかなり多いので、テラテラ光っていてちょっと不安になるんですね。濃いんだろうかこれって思うんですけど、乾くと表面がマットな感じになって、思ったよりもしっかり黒く沈むので、黒さは、書いた後のですね、筆跡が黒いっていう意味ではかなり黒くなったかなと思います。で、じゃあ筆跡に不満がないのかっていうと、それもちょっと違っていて、面でね、きっちり出ると、こんな風にね、面で綺麗に塗るとですね、しっかり黒いんですけれども、文字にすると、どうしても全部濃くは出ないんですね。やっぱちょっとね、端っこの部分とかが薄くなって見えるので、セピア調っていうか、な感じの、ちょっとグレーな印象っていうのはどうしても出ますね。濃いところは本当に黒いんですけれども、万年筆のインクと同じで水分が多いと、乾いていくに従ってインクがどっちかによるんですね。で、最後溜まっている部分がより黒くなってしまうっていう現象が起こるので、端の部分、特に書き始めの方の端めの部分っていうのはちょっと薄く見えます。ということなんで、万年筆でよくあるグラデみたいな感じの、ふわっとした感じの、色に見えますよという感じなので、真っ黒の真っ黒ではないですという感じは、インクの色自体は黒くなったんだけれども、全体的に全部が真っ黒でパッキリ出るかっていうと、もうちょっとふわっとした印象かなと思います。あとは書き方との相性なんですけど、もともとフリクションのインクって、基本的には紙の表面にとどまる系のインクなんですね。擦った時にちゃんと熱を拾って、消えなきゃいけないので、紙の繊維の中に染み込まないんですよ、あんまり。なんで、紙の上に盛り上げるタイプのインクなんで、ここを濃くして、量を多くしてっていうと、紙の上にかなり盛り上がる感じになるんですけども、そこで筆圧をかけすぎたりとか、あとね、ペン先を素早く移動させたりとかして、シュッて速い線を引いたりとかすると、比較的中割れしやすいんですね。線の真ん中の部分が、ボールで押し付けられた分だけインクが左右に逃げちゃってですね、真ん中の部分がちょい白く見えるっていう、中割れっていうのが起こるんですけれども、ゾーンのインクはね、やっぱりね、特に濃い分、中割れするとちょっと目立っちゃうかなという感じです。なんで、書き癖によっては、これ線が二重に見えてしまうっていう人もちょこちょこいるかもしれませんということなんで、上手にはっきり濃く書くコツっていうのは、これらから見るとですね、なるべく筆圧を控えめにしてゆっくり書くっていうことなんですね。で、ボールと座金、それからボールと紙の間にインクの薄い膜があって、それを押しつぶさないようなイメージで書くと綺麗に書けますって言われてもねっていう気がすると思いますけど、僕割とね、そのイメージで書いてます。そうするとかなり濃く書けるんで、これ落ち着いてゆっくり書くとフリクションってね、綺麗に書けるんですよ。なんで、そうするとね、濃いなっていう感じがすごくしますね。で、あとは消し心地ですね。もちろんフリクションなので、消えるかどうかっていうのは結構絶対条件なんですけれども、消した感じどうかというと、これはもうかなり綺麗に消えるので、これまで通り安心感があります。ゾーンのラバーはね、角があるんで、細かいところむしろ消しやすい印象がありますね。で、すり減った場合の替えゴムなんですけれども、
店頭ではあんまり見かけなかったんですけれども、ホームページには掲載されているので、1個100円ということで、個別に、交換することはできそうですという感じですね。やっぱりね、この消えるっていうのがあるからこそのフリクションだし、まあね、色についてあれこれ言いつつもですね、これまでも使ってきた人たちもいっぱいいると思うんですけれども、この綺麗に消えた上で、この発色ってことを考えると、いやもうフリクション登場の時から使い続けてるものとしてはですよ、随分進歩してきたなっていう思いはかなり、ありますね。いや、ここまで濃くなったかと。思います。特に黒ね。で、青とかね、赤とかっていうのは、やっぱり確かに濃いんですけれども、前からね、青なんかは実用的には問題ないかなという気がしてたんですけども、今回のね、黒はやっぱりはっきり黒くていいですね。はい。まあね、全体的にはかなり良くなったと思うので、バージョン2っていうのも頷けるわけですけれども、やっぱりね、ノートに書くには 0.5 ミリでもちょい太いかなとは、やっぱり思いますね。なんで、今回のインクで可能かどうかちょっとわかんないですけども、できるんだったら、0.38 とか、ね、シナジーの 0.4 とかで、このインクで書いてみたい気もしますね、ということなんで、今後、当然ね、要望としては絶対出てくることは間違いないので、バージョン2の 0.38 とかが出てくれると、かなり使い勝手が良くなるんじゃないのかなという気がしますね。そして、書き心地にも影響を与えている要素がもう一つあります。チップホールドシステムというもので、先端のブレを抑えるパーツ、チップホルダーっていうのを採用しましたよということですね。比較としてはブレンになるんでしょうけれども、ブレンと違うのは、ブレンっていうのは、ギリギリ精度を高く作って、ある穴に、綺麗に押し込んであげて、ぴったりはめるっていうものなんですけれども、こっちのですね、チップホールドシステムっていうのは、ノックによって隙間を追い込んでいくっていうね、チャック方式になってるところがポイントです。つまりですね、後ろからノックして押さえることによって、爪でですね、ちゃんと掴みに行くんですね。でこのパーツ前から見ると3つに割れてるんですけれども、先端から押すとちょっと引っ込むんですね。で、最初ね、ノックしてない状態で、こんな感じでですね、ちょっと引っ込むんですけども、このね、パーツの後ろにバネがついていて、このバネ自体はリフィルを後ろに押し戻すのに使ってるバネなんですけど、ノックしてペン先をギュッて押し出すと、このバネがグッと縮むわけですよね。で、その分先端パーツが前に押されてるわけですよ。なんで、このチップホルダーが前にギュッて押された時に、この爪が閉じるわけですよ。だから、ノックした時にこの爪がリフィルをグッと掴んでいて固定するようにできていますと。イメージとしてはシャーペンの芯掴んでるよあれとね、チャックと同じような感じの、状態になってるわけですが、じゃあ本当にね、先端が掴んでいるのか確認してみましょうと。例えばこんな風にしてですね、リフィルを、反対側から差し込みます。で、ノックされてない状態っていうことなんで、今リフィル入ってない状態なんで、これで、チップホルダーがフリーな状態ですけれども、この状態で手離すと、簡単にこのリフィル落っこちるんですけども、これね、後ろからひっくり返したリフィルでですね、押してあげるということで、ノックしてる状態を再現するわけですけども、後ろからある程度の力でこのチップホルダーを押した状態にしてあげると、なんとリフィル落っこちないんですよ。これ掴んだまんまで落っこちないようになってますということですね。で、この力を抜いてあげると、やっぱり落ちるということで、やっぱ押してる間だけ掴んでるっていうのは、ちゃんとね、機能しているっていうのは、これでもよくわかるわけですというところで。なんで、ペン先のブレをですね、アクティブに抑えにいってるっていうところがまずすごいわけですね。ということで、このチップホルダーに関してはですね、かなりブレを抑える効果がありますよというところですね。実際書いてるところを見ても先端がブレていないのがよくわかります。次がですね、ノイズカットノックなんですけれども、ノックの静音性については、こんな感じですね。ちょっとやってみます。全く聞こえないほど静かっていうわけではないんですけれども、これでもだいぶマイルドな感じですね。カチンっていう角があんまりなくなってるのがわかるかと思います。例えば、これフリクションボールノックですね。これです。で、フリクションポイントノック04。
今回のゾーンですね。やっぱりちょっとね、角が取れたマイルドなノックオンになってる感じがしますね。一応ですね、フリクションボールノックと比べると78%音をね、低減しているっていうことなんですけれども、やっぱね、圧倒的に静かにはなっています。で、これね、カルムとかとはまた違っていて、実は回転子のね、構造自体は比較的オーソドックスな構造なんですけれども、その回転子の後ろから押すこのノックにつながっているパーツを太くして、その中に、バネを入れることで、常にね、この、回転子って3つのパーツからできてるんですけれども、この3つのパーツがですね、中にバネが入ることによって、この、回転子とこの押すパーツ、それから外のパーツがですね、常にこう、どっかしらが押されてる状態を作り出すことによって、緊張関係を持ってるっていう状態なんですね。それによって、スパーンって動くことができなくって、必ずどっかに渋めにこう、当たりながら回ってるような状況ができてるのかなというふうに思います。このバネが1個入ることによって、パーツ同士がですね、押し合いへし合いしながら回ることによって、カチンっていう音がしなくなってるというところだと思うんですね。これがフリクションポイントノック04なんですけれども、これちょっとね、塗装の部分を磨いて透明にしてみました。これですね、リフィルは共通なので同じ長さなんですね。なんで、先端部分を、揃えてあげると、同じ位置に、回転子の部分が来るわけですけれども、そこの回転子までは同じなんですけれども、その後ろのパーツですね。押してるパーツが明らかにこっち側のですね、フリクションポイントノック04のものよりも、こっちのゾーンの方が太いパーツが入っていて、ね、その中にバネが入っていますということで、その分ね、この押しているパーツがでかいんですね。なんで、クリップの位置もちょっと後ろにずれてますということで、全体がこの部分分だけ伸びてますということで、これで8ミリぐらいの差があるわけですね。で、実際に、バネが入ってるかどうかっていうのはこうやって見ればわかるんですけれども、この状態ですね。この状態で、このクリップの部分と、このね、回転子が一緒に動いてますけれども、これ前からこうやってね、リフィルが入って押すことによって、ここ、ほら、こうやって押すと、戻されるんですね。なんで、ここの部分にですね、常にこの、バネで、逆向きの力が働いてますよというふうになっているので、勝手にカチカチ動かないんですね。で、これに関しては、もう一つ効果があって、ノックをして、普通、このタイプの回転子の場合、バネが入ってないと、ノックをしてペン先を出した状態だと、ここ普通はフリーになるんですけど、これフリーじゃないんですね。動かないです。こっちのタイプですね。フリクションポイントノック04の場合は、ペン先を出した状態だと、ここがこうやって動くんですよ。ここがフリーになっちゃうので、この状態だとフリクションポイントノック04だと、こういうカチャカチャ言った音が出てしまうんですね。なんですけれども、それがここのところが動かないので、振ったりとかしても全然音がしませんよっていうのがあるわけですね。なんで、ここの部分ですね。後ろに動かないように、ここでバネで押さえてありますよということで、このカチャカチャ音もしないし、あとノックした時の音もですね、互いに押し合ってることによって、このはっきりしたカチカチ音がこんな感じでちょっとマイルドになりましたよということですね。はい。これもやっぱりカルムとかとは全然構造が違うような形になっておりますと。これによってカチャカチャ言わないんですけれども、その分ですね、中にバネ入った分だけこのパーツが長くなっちゃったっていうのと、太くもなっているということで、このね、ポイントノック04からしたら一回り太いし、一回り長いということになってしまうので、ここのところはですね、しゃあないかなという感じではあるんですけれども、もちろんね、グリップの持ちやすさとかでボディの太さが決まってる部分もあるかもしれませんけれども、ここのね、メカの部分で必然的にこの太さが決まったという可能性もありますね、というふうに思います。あともう一つなんですけど、静かにするための工夫、実はもう一個ありまして、ここ開けるとですね、ここなんですよ。ここ。
グリップのね、パーツの後ろの端っこに、ここになんかね、別の樹脂のリングが入ってるんですね。これって、500円のタイプだけじゃなくって、3000円のタイプとかにもちゃんとここにですね、パーツがついてます。この透明なちょっと柔らかい樹脂でできたリングなんですけれども、これ先端ブレを押さえるためにつけてるわけじゃないんですね。先端ブレを押さえてるのはやっぱりこのキャッチャーのところでしっかりくっつけてあるので、ここのところはですね、全然ブレないようになってるんですけれども、後ろの部分でここね、わずかに隙間があるので、こんな風にちょっと動かないわけじゃないんです。だから、これ自体ではブレは止められないんですけれども、どうなっているかというと、このペン先が引っ込んだ状態では、このね、先端部分のチップホルダーは効いてないわけです。だから中のリフィルってある程度自由に動いちゃうんですよ。なんで、この状態でこうやって振ったりとかした時に、中で芯が暴れてカチャカチャいう音がしちゃうよねということなんですね。それを抑えてますよということなんですけど、本当にそんなことが効いているのかっていうのは、このパーツを外してみればわかります。こんな状態にして、このパーツを外すとですね、こんななんですけど、このパーツですね。このパーツを外した状態でもう一回組み立てます。はい。で、これ外したやつね。で、外してないやつも1個用意しておきましょう。これを外してないやつね。ということで、両方とも芯を引っ込めた状態で振ってみます。で、こっちね。ほら。こういう音がしますよね。こういったぶつかってる音がします。それに対してこっちは、音がちっちゃいでしょ。これ当たってるのがさっきの樹脂だから。こんななんですけど、これをつけてないと、ほら、カチャカチャ言うでしょ。この音は実はここの内側の軸の内側にこのリフィルがぶつかってる音なんですよ。これがほらしなくなるということで、このパーツやっぱり大事なんですね。はい、ということなんで、こんなちっちゃいパーツなんですけど、わざわざつけてるには意味があって、これによってですね、振った時の音がしねえよという感じです。そして、もちろんここですね、ここにもバネが入っているので、この状態でもここの音がしないと。で、これがついてないこっちのモデルだと、こうやって音がしちゃうんですけれども、これはね、こっちはかなりしっかり振っても、ほら、こんな感じなんで、ここの、ほら、カタカタいう音が全然違うんですね。ということで、この音が違いますよという感じになってます。はい。なんで、本体の中に当たる音も、後ろの音も、押さえてありますよということになっております。はい。そして、インクの増量ですね。今回のバージョン2のレフィルは従来品と全体のサイズは全く一緒なんですけれども、互換性を保持したまんまで軸を金属にすることで、パイプのね、壁面が薄くなるので、その分容量が増えますよということですね。これによって、インキの容量が 70% 増ということで、筆記距離が 40% アップしていますよということですね。筆記距離がなんで 70% 増えないのかっていうと、多分インクの流量も増えているっていうことだと思うんですよね。なんで、従来のものよりもやっぱりインクフローはかなり良くなってるんじゃないのかなと思いますね。なんで、書いた感じからしてもですね、なんとなくこれは合点がいく感じがしますし、インクの容量が増えてなければ、もっと早くインクがなくなるっていうことですよね。なんで、これはインク容量増やしてなかったらやばかったぞっていう感じではある気がします。ということなんで、容量増やしたのはいいよということなんですけども、ちょっとね、やっぱ気になるのは、今回残量が見えなくなったとこですね。確かにね、インク容量が増えて、交換頻度は以前よりも下がると言われりゃそうなんですけど、とは言ってもですよ、筆記距離にすると40% しか増えてないわけですから、交換頻度で考えたら半分にはなんないんですよね。そう考えると、やっぱインクの残量っていうのは、やっぱ気にはなるので、見えないのちょっと不安だなという気がします。なんで、最後にね、インクが切れる前には先端部分見れば、ちょっとね、透明な部分があるんで分かるようにはなってるんですけれども、それにしてもやっぱりフリクションインクのね、突然切れる問題っていうのは、ちょっとね、解決されそうにないなということで、ここはね、もうちょっとなんとかなってくれると嬉しいなっていうのはありますね。あとね、インクの色問題なんですけど、今回すべて黒インク搭載で販売されていますということで、青と赤はリフィル2本組での販売ということなんですね。自分で入れ替えて使ってくださいねということなんですね。
それは別に仕方ないからいいですよということなんですけれども、ただね、青、赤、黒とかを、せっかくだから併用しようと。赤は丸付けに使いたいねとか、青とかは普段からね、ちょっと青インクも使いたいな、みたいなところで、考えてる人もいると思うんですけれども、入れる軸が、まずないっていうところで、一応ね、ピンクっぽい色と、あと、ネイビーって言われている軸色があるんですけれども、ネイビーって言っても割とグレーだったりするので、なんか青とか赤とかっていうのがはっきりわからない感じだったりします。じゃあ、透明軸があるじゃんって思うんですけれども、透明軸の方に入れてみると、実は色ほとんどわからなくて、せっかくこのリフィルの一番後ろのところについている色がわかるプラスチックのパーツがついてるんですけど、ここがね、隠れちゃうようになってますと。いうことなんで、透明なタイプでも先端部分よーく見ると、先端のところに色がなんとなくわからなくもないかなぐらいしか見えないので、ちょっとこれは普段パッと見で、色を使い分けるの難しいですねという感じです。なんでせめて色付きの替えゴム出すとかですね、あと軸に色をつけるとかですね、なんか工夫が欲しいところですね。ということなんで今回はとりあえず軸にね、マスキングテープ貼ってみましたけれども、マスキングテープ貼るだけでもこんだけ見やすくなるんで、これで青とか赤とか分かりますよねっていうことなんで、これだったらちょっと軸にですね、塗装するみたいな方法がなんかあってほしいなという気がしましたというところですが、あとね、青とか赤とかを使うんだったら、あえてここはダウングレードしてですね、フリクションポイントノック04のカラーボディに、この、フリクションのバージョン2のインクを入れるっていうのも、実用的にはかなりいいかもしれませんね、ということで、こういうやり方もありかなと思います。という感じで。使ってみて総合的にどうかというとですね、インクが黒いっていうのはもう純粋に評価しましょうと。形状的にはラバーグリップが好きだけど、重量バランス的には木軸が好きかな。あとはやっぱりどうしても太さですかね。インクが結構ダバダバ出てくるので 0.5 よりもかなり太く感じるんですよ。なんで普通にノートに書くって考えると 0.5 でもまだちょっと太いかなという気が正直しますね。メーカーももちろんね、分かってて、今の現時点での回答として、この 0.5 と 0.7 っていうのが、バージョン 2.0 なんでね、これから先まだまだ、フリクションっていうのが伸びしろがあることがさらに分かったということで、フリクションまだまだいけるじゃんっていうところがですね、期待もされつつ、そして、今回のね、先ぶれもしない、そして、静かなノック音、そしてインク容量も増えてということでですね、いろんなところにですね、改良の手を加えていってバージョン3っていう状態ができましたよっていうのは、大きな一歩をですね、また、踏み出しましたよということで、フリクション 3.0、なかなか面白い製品に仕上がったんじゃないのかなというふうに思います。いっぱいね、文字を書いていくっていうやつ、いつものノートはですね、次回の動画でやりたいなというふうに思いますので、お楽しみにということで、まずはね、フリクションゾーンを買ってね、使ってみた感想としてはですね、こんな感じですということでですね、ファーストインプレッションにして、かなり、ディープな解説ということで、今回は、説明をしてみました。以上です。皆さんお疲れ様でした。